皆さんお久しぶりです。また猫さんです。このチャンネルでは放射線治療に関する様々なテーマを、私が独自に調べた範囲内で、少しずつまったりと紹介していく予定です。がん治療の一つである放射線治療について、皆さんに知ってもらえるきっかけになれば幸いです。中には事実と若干異なる点や、説明、考察の甘い点などもあるかと思いますが、あくまで個人の意見、解釈として、参考程度に見てもらえればと思います。また、このチャンネルではできるだけ放射線治療における技術的な側面にフォーカスして解説していきたいと思っています。放射線治療という治療法を無責任に進める意図は全くなく、ただそういう治療法があるんだという事実のみを紹介させていただけたらと思います。もし視聴者様の中に放射線治療を必要とされている方、もしくはその家族がいらっしゃっても、ここでの情報や参考にとどめ、医師や医療者の指示に従って、正しく治療を行っていただけたらと思います。またここで扱うテーマの性質により、がんや腫瘍など、一部の方にはショッキングな言葉に当たる単語が出てくることもあります。もし不快に思われる方がいましたら、何も言わずにそっとチャンネルを閉じていただけたらと思います。それでは、よろしくお願いいたします。第1回目では放射線治療について、簡単に紹介しました。ところで放射線や被爆と聞くと、やはり怖いイメージを持ってしまうと思います。そんなネガティブな印象の放射線が、なぜ治療に用いられるのか、放射線を使うとなぜがんが治るのか、放射線が人に照射された時に、体の内部では何が起こっているのかについて、解説したいと思います。ということで今回のテーマはこちら、ででん、放射線治療の仕組み。前回とタイトルが似ていますね。そうですね。皆さん、人間の体には、放射線に対して強いところと弱いところがあるのはご存知でしょうか。同じ強さの放射線を当てても、体の場所によって影響が現れたり現れなかったりします。このことを放射線感受性と言います。放射線に弱いところは骨髄やリンパ、生殖器、消化器などです。反対に強いところは神経や筋肉、血管、骨などです。この違いは、細胞の分化度の違いに関係すると言われています。細胞の分化とは、細胞が分裂して様々な機能や形を持つものに変化していくことを言い、細胞が分裂を繰り返して機能を獲得していくに応じて、未分化、低分化、高分化などと表現されます。細胞の分裂は未分化や低分化の細胞で活発で、高分化になるにつれ頻度が低くなります。放射線感受性は未分化、低分化の細胞で高く、高分化の細胞で低くなります。すなわち、放射線感受性の高さは細胞の分裂に関係があります。これは細胞分裂の頻度によりますので、成人と小児でも異なることになります。細胞がある大きさになると分裂して2つになります。この分裂している期間を M 期と言います。M 期以外の間を間期と言いますが、間期にはさらに G1 期、S 期、G2 期があります。S 期は DNA の複製時期で、G1 期は M 期から S 期への、G2 期は S 期から M 期への移行期間です。この一連の周期を細胞周期と言います。細胞分裂を一旦止めている細胞もあります。この期間を G0 期と言います。一般的に細胞は M 期で最も感受性が高く、S 期の終わり頃で最も低くなります。また、G0 期では感受性が低くなります。したがって分裂を活発に行う細胞には M 期があり、放射線感受性が高く、分裂を止めている細胞は G0 期に入っているので感受性が低くなります。高分化の細胞の多くは G0 期で分裂を行っていないので、放射線に対して抵抗性であるということになります。ちなみにがん細胞は G0 期に入らないことが知られています。G0 期に入らず、常に細胞分裂の準備をしているため、無制限に増殖し、大きくなるというわけです。しかし逆に言うと、常に放射線感受性が高い、放射線に弱いとも言えます。このあたりのメカニズムを、治療にうまく応用していくことになります。ただ、すべてのがん細胞が放射線感受性が高いかというとそうでもなく、がん細胞の種類によっては逆に放射線抵抗性のものもあることを一応補足させてください。がん細胞は常に細胞分裂ができる状態にあるので、正常な組織よりも放射線感受性が高いことを説明しました。そこでがん細胞をやっつけることができ、しかも正常組織が耐えられるギリギリの線量をうまく使えば、
がん細胞だけ体の中からやっつけることができることになります。このうまいバランスのことを、治療可能比と言います。放射線を当てた時のその線量と、細胞の致死率をグラフに書くと、このように S 字のカーブになります。低い線量だと影響はないけど、ある段階で少しずつ影響が出てきて、当てすぎると細胞が壊れてしまうことを表しています。先ほどご紹介した通り、腫瘍細胞や正常組織よりも放射線感受性が高いのが一般的です。言い換えれば、より低い線量でも影響が出ることになりますので、このグラフで表現すると、より低い位置の S 字カーブということになります。この差を利用します。腫瘍細胞が80から 90% くらい来られる線量を腫瘍致死線量と言います。一方、正常な組織の 5% に障害が現れる線量を正常組織対応線量と言います。この比を書くとこのようになり、これを治療比と言います。この比が大きいほど治療がしやすくなります。つまり、腫瘍が発生した箇所が放射線感受性の高い臓器に囲まれていた場合は治療がしにくいということです。がんが発生した部位によって、放射線治療が使えるのか使えないのかは、このあたりも理由の一つになります。実際には人の体には個人差があり、そもそも放射線が効きやすい人や効きにくい人がいます。腫瘍の 50% を治癒する線量を TCD50、50% の患者さんに障害を併発する線量を DC50 と言います。過去の偉い先生の研究によると、いろいろな症例の平均値で、TCD50 が62グレイ、DC50 が68グレイであるという報告があります。意外に差は大きくないですね。ちなみにグレイというのは放射線の単位で、詳しくはまたいずれご紹介したいと思います。TCD50 と DC50 の中間くらいであれば、より多くの人のがんを治し、より多くの人に障害が現れない線量ということになります。この最適な線量のことを適正線量と言います。62グレイや68グレイといった値は平均値なので、実際には腫瘍によって適切な値は変わります。まとめますと、放射線の感受性は組織ごとに異なっており、細胞の分化度に依存します。分化度の高い細胞は G0 期という分裂しない状態に入っているため、放射線抵抗性が高くなります。がん細胞は G0 期に入らないので、一般的には放射線感受性が高いです。放射線線量と細胞の致死率には、正常組織とがん細胞とで差があります。がん細胞の致死を引き起こし、同時に正常組織の障害を可能な限り抑える線量を用いることにより、放射線によるがん治療が実現します。しかしその差は小さいため、しっかり管理して注意深く扱う必要があります。放射線は使い方によっては人に害を及ぼすこともあります。しかしむやみに恐れてばかりでは、せっかくの人類の英知を無駄にしてしまいます。他の技術や薬などの場合でも同じですが、正しく勉強して、正しく恐れながら、正しく活用することが大事だと思います。放射線治療やその正しい活用法の代表的な例だと私は思います。興味を持っていただけたら幸いです。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、こんな感じで放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。冒頭でも述べた通り、このチャンネルではこの治療法を無責任に進める意図は全くなく、ただこの治療法をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちだけで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。